皆さんこんにちは、ことなです。今日はですね、冒頭でもご紹介した通り、リアゲートの、網戸と囲い、これのねリニューアルをするお話です。で、前回はね木材と布を使ってブルートレイン仕様にしたんですけれども、今回はやっぱりブルートレインにします。だってしょうがない、車も好きなんだけれども、それ以上にね鉄道、特に、客車の寝台特急、これがね大好きなんで、今はもうね全部廃止になっちゃって一本も走ってなくてとても残念なんですけれども、だから今日ねこうやって鉄道模型も用意してますけれど、これだけじゃ飽き足らずですね、自分専用の車に少しでもこう面影をね再現できればということでこんなことをやっています。なので今日はねいや俺鉄道興味ねえよっていう方はねご遠慮なくスキップしていただいて結構ですので、はい、好き勝手今日はやらさせていただきます。でブルートレインが好きとかね、興味共感が持てる方、ぜひぜひ最後までねごゆっくりお付き合いいただけると非常に嬉しいです。ここにね年代順にブルートレインの模型が並んでいるんですけれども、僕が一番好きなのはこの一番古い初代の寝台特急用客車20系なんですね。で20系だけはオリエント急行に代表されるヨーロッパの寝台列車の影響を受けて、車体の色がねミッドナイト色、濃紺が選ばれているんですけれども、2代目のね14系以降は時代に合わせてというか明るめのブルーが選ばれています。で網戸と囲いを製作する際にね、先ほどのこの20系っていうのと24系どっちにするかすごく悩んだんですよ。そうかといってね2パターン作る気力はないし、となると将来的にね、イメチェンで変更する可能性っていうのも前提にして、制作せざるを得ない。で明るい色から濃い色には変えやすいんですけれども、一旦濃い色に染めてしまうと明るい色に戻すっていうのは非常に難しいということでね、初代は明るい色にしておこうということで、24系こちらをね、選んだんですね。これです。見えるかな、ボケちゃったか、このぐらい、24系これをね、前回は選びました。今回のね改装のきっかけなんですけれども、24系で前作ったやつでも十分満足はしてるんですよ。満足はしてるんだけれども、一つはねこの今いる公園でね小さい子供からトーマスって指さしたことがあって、なるほど確かにと思ってね、でそれ以降ねブルートレインの影にそのトーマスがちらつくんですよ。だからねちょっとそんなこともあって、ブルートレイン見えなくもないんだけどトーマスってなっちゃうんでね。でもう一つね大きな理由は、この車の色がねパール塗装のノクターンブルーっていう濃紺なんですよ。だからボディとのね一体感っていう意味ではどうしてもこの幕のね明るいブルーの部分が浮いてしまって、そこだけね平面的なものになってたんですね。で車体とね一体になってこうより客車感っていうのをやっぱり出したいなっていうのが、立体感が欲しかった。なので今回この車の色に近いね、濃紺のこの、20系見えるかな、ボケてるかな、このぐらいかな、これにね、しようかなというふうに思ったわけですね。今回の改装、これはね当初より軽量化を図りながらもう全面木で作ろうと木製にしようと思ったんですね。ところがね現在のこの取り付け位置のままやるとリアゲートのねエアサスにぶつかってしまうんですよ。でその部分だけをこう部分的に
布にするなどね、そういう工夫をしなければならないんですけれども、そうするとやっぱりちょっとね不格好になるかなっていう問題点が一つ。それからそれでも全面をね布とか使わないで木にするっていう形を取ると、今のサスにぶつからないようにするためにちょっと内側にね、こっち側に設置しなきゃなんないと、その分だけねこの室内も狭くなるし、あとねこの机、本棚、これにねぶつかっちゃうから、これもやっぱりカットするかずらすかっていうことをやらなきゃなんなくなってしまうんで、ちょっと今回はね、そうそう、あとねこれだ、このルーフラック、これもね外からのアクセスが多分木で全部やっちゃうとできなくなっちゃうかな、っていうのもあって、全面木製化っていうのは見送って、従来通り下の囲いの部分は木製で、上のこの網戸の部分は布というね、この現状のスタイルをそのまんま、継承していこうということで、進めることにしました。ただね、そうするとこのことがね、デザインどれにするかっていうところにも影響してきます。採用したかったのは、20系の先頭もしくは最後尾に連結されるナハネフ20というこちらの環境車だったんですね。模型でいうとこれです。これ見えるかな、これこんなやつね。で、ちなみに環球車っていうのはですね、乗務員が乗る部屋があって、車掌室です。それと、緊急時にねこう手動で回して止めるブレーキ、こういうやつもありますけどね、その2つがね、ついている車両のことで、基本的にはねこう車両の編成の一番最後尾に連結する車両になります。で、ナハネフ20はですね、2つのこの大きな窓、曲面ガラスのね窓、これが特徴的なんですけれども、もしこのデザインにするとなると、今まで使っていた網戸、三つ窓なんで、これが流用できなくなる。じゃあ新たに作るのとなるとね、その気力はないのね。ミシン掛けあんまりやりたくないから。あとね、ナハネフ20の場合、なんて言ってもこの曲線美がね美しい車両なんですよね。こう行きができない、こう閉鎖されたやつね、非貫通式丸妻型というデザインになります。でこれをね、この車で実現しようとすると、曲面はちょっと難しいから平面的にやるしかないんだけれど、ポンチ絵とか描いてみたんですけどね、一応ね特徴はつかめるけれども、なんだろうな、実物みたいなこうかっこよさっていうのはやっぱりね、失われてしまう。なので今回残念ながら作るのも難しいしブサイクになるしということでね、ナハネフ20の採用は、断念しました。じゃあ20系のね採用を諦めるのかというと、そうではなくて、20系の中にはですね、車両のこの編成を分割して独立運行できる、そういった車両があります。はい、中間環球車のナハネフ23です。これは一つの編成を切り離して分割した時に、それぞれの編成が独立した別の列車として運行できるように中間に配置される環球車なんですね。例えば寝台特急の桜という列車だと、前の7両が長崎行き、後ろの7両が佐世保行き、合計14両編成という形で運転していたんですが、これがね、佐賀県の肥前山口という駅、現在は改名して江北駅かなになってますけれども、ここでね分割して、片っぽは長崎へ、片っぽは佐世保へ向かうと、こういう列車だったんですね。でその時の切り離した7号車と8号車が見えます？ナハネフ23という、こういうね中間の環球車なんですね。先に紹介したナハネフ20のね優美な丸妻型デザインとは打って変わって貫通式の切り妻型のデザインになってます。
このね、武骨な感じがとても味があっていいでしょ。かっこいいですよね。中間車両なんでね、なかなか東京駅での九州ブルートレインではその雄姿を見る機会っていうのは少なかったんですが、たまたま僕が小学校の時、この写真を撮りに行った時は、上りの朝風が先頭車両が那覇根府20ではなくて、那覇根府23の朝風でした。ラッキーでした。ただね、上野駅発着の青森行き寝台特急ゆうずる、これ最盛期は1号から7号まであったと思ったけれども、そのうちの何本かはね、那覇根府23が最後尾で運行されていたので、上野駅では割と普通に見られましたよ。はい、てなわけで今回は那覇根府23をモデルに選びました。はい、網戸の改装なんですけれども、従来のものをそのまま流用するという形を取ったので、早い話色を変える、染めるだけとなります。染色作業工程はこんな感じです。今回使用する染料は都染めコールダイオールという30度以上の低温で染まる染料で、東海とかドリームといった手芸店や湯沢屋、東急ハンズなんかでも購入できます。合わせて色止め剤の購入もお忘れなく。まず布が十分浸る容量10リッターくらいのたらいやバケツに30度以上のお湯7リットルを用意し、塩 60g を溶かします。説明書では30度以上となっていますが、高温ほど濃く染まるので、僕は今回給湯器で一番高い温度の60度のお湯を5リットルと、やかんで沸騰させたお湯2リットル、計7リットルを用意しました。耐熱容器にコールダイオール 20g1 瓶と熱湯 500ml を入れて、ザラザラ感がなくなるまでよく溶かして7リットルのお湯と混ぜ合わせます。布を入れて染めていきます。お湯がぬるくなるまで菜箸や棒を使ってゆっくりかき混ぜたり押し込んだりします。手を入れても熱くない程度になったら両手を広げて上下左右に押したりかき回したりして20分から30分かけて染めていきます。僕は30分かけました。染め終わったら軽くすすいで余分な染料を落とし、再び染めた温度よりも低い30度以下のぬるま湯にお湯2リットルあたりキャップ1杯の色止め剤を混ぜて布を入れ、時折かき混ぜながら20分程度浸します。僕は6リットルのぬるま湯に色止め剤キャップ3杯で処理しました。20分経ったら水ですすいで脱水機にかけて陰干しで乾かしたら完成です。僕の場合ですね、濡れてる時はちょうどいい色に染まったなと思ってたんですけど、乾いたら囲いのペイントの紺よりもね、だいぶ明るい藍色に仕上がっていたので、結局2度染めしました。で、2度染めの時はですね、染料を2倍2本入れてですね、つけてる時間は一晩約10時間ぐらい浸しておきました。お湯の量と温度は1回目と同じです。ご参考まで。で、囲いの改装についてのね、ご説明は、完成品のお披露目と一緒にご紹介したいと思います。はい、こちらが新しくなった 20K ブルートレインバージョンの網戸と囲いです。網戸の下の部分には巻き上げやすいように芯を入れました。芯にはパイプ用保護カバーを利用しています。軽くて柔らかくて丈夫でいいですよ。
囲いの部分の階層についてですが、塗装は同じ水性ペイントの紺色を上塗りして薄いクリーム色のラインを2本追加しています。また全バージョンはもう5センチほど高く、リアゲートのエアサスが干渉する部分だけをカットして低くしてあったのですが、今回から扉を含めてカットした高さに合わせて全体を低くしています。さらに扉部分は全バージョンでは下部に隙間を多く取っていたのですが、今回は長い板に変えて隙間を塞ぎ、同時に右側の扉だけセンターでカットして2つ折りの観音開きにしました。理由はリアゲートを中から開けられるように細工しているのですが、この扉が邪魔をして非常に開けづらかったので、半分だけ内側に開くようにしてリアゲートの開閉がしやすいように改良しました。そして今回新たに追加したのが那覇ネフ23の特徴であるこの列車名表示板です。差し替え式で20系定期運行していた16列車名と列車種別版2種計18種類を用意しました。順にご紹介します。はい、20系客車にリニューアルした相棒いかがだったでしょうか。僕がね子供の頃は新幹線が開業してから、どんどん西へ伸びていくその整備新幹線時代だったんですね。だから岡山開業、博多開業ってなるたびに在来線のねいろんなその昔からある列車っていうのがどんどん統合したりして、こう消えていく、そんな時代だったんですね。でいずれねこの九州ブルートレインもなくなっちゃうんだろうななんて思いながらね、そのことばかりずっと気にかけて育ってたっていう感じですね。ただね、その割には意外と長くまで存続してくれました。1999年かな、自分の子供がねまだ2、3歳3歳だったかなの頃にね、東京から博多まで寝台特急のはやぶさにね一緒に乗ることができたしね、それはねそういう経験させてあげられてよかったなと思ってるし、いい思い出になってます。そんなね、東京発の九州ブルートレインなんですけれども、2009年の、3月14日のダイヤ改正、これでねとうとうはやぶさ富士って最後はね違う列車をこうくっつけてねなんとか生き延びてるような状態だったんですけど、このはやぶさ富士が、ラストランをして、東京発の九州ブルートレイン時代は終わったということですね。とっても残念なんですけれども、ブルートレイン自体はねその後も2015年だったかな、3月までですね北斗星が一応頑張って運行はしてましたけど、これはねもう僕にとってはどうでもよかったっていうのは北行きのねブルートレインっていうとやっぱり白鶴、夕鶴、あけぼの日本海、これがねやっぱり代表的なね古参の名車だと僕は思うんだけれども、青函トンネルがね開通したらてっきりこれがね青森止まりじゃなくて札幌まで行くと思っててね、それを楽しみにしてたんですよ。そしたら突然ね全く新しい列車を作って、古参の列車は今まで通り青森止まりと、しかも本数減らすっていうんでねすごい嫌だなと思ってたけど、やっぱり本当に発表の通りそういうことになっちゃってね、なんかね後からこのポットでの北斗星なんていうのに全部
その人気から何からお株を奪われたような感じでね、なんかずーっと嫌な思いをしてましたね。だからね、最後まで僕北斗星好きになれなくて、一度乗りましたよ。乗ったけど、僕は好きになれなかったな。だからね、この鉄道模型の中に北斗星ないんですよ。北斗星用に作られた、24系25型っていうかな、そういうのはね、金曜日のやつは一切ない。やっぱそのくらいどうしても好きになれなくて、ましてね、カシオペアなんてあれはもう論外ですね。ブルートレインじゃないですからね、あんなシルバーのやつはね。で、人気のね、サンライズ出雲瀬戸っていうのが、電車ですけれども今唯一、寝台特急として走っています。でこれもね、僕はサンライズ瀬戸に2回かな、乗ってます。確かに素敵なね、素晴らしい列車なんだけれども、あんまり感動がない、味がないっていうかな。それはね、やっぱりブルートレイン時代の瀬戸、それから出雲、これ両方とも乗ってるんですよ。だからね、その時の思い入れが強いっていうか、なんだろうな、ブルートレインのこう別に寂しいわけじゃないんだけれど、あれに一人乗ってね、その哀愁があって、そのね余韻に浸るのがとっても好きでね、多分乗った人みんなそういう気持ちになると思うよ。ビール飲んですぐ寝ちゃう人は別だけどさ、やっぱりなんかせっかく乗ったからなんかね、雰囲気味わいたいななんて気持ちを起こそうもんなら、やっぱり容疑者の感じってね、誰しもそういう気持ちになるんじゃないかな。あれがよくってね、ブルートレインって僕はすごく好きなんだけれども、まあね、昔はなんだろうな、在来線がすごく栄えてた時代、やっぱりね、この頃は街も沿線もね、すごく活気があったような気がします。新幹線じゃなくてね。で、車で走っててもね、こう電車とね並走すると抜かされたりとかさ、すれ違ったりとか、線路のそばを通るとね、そういう光景が結構あったんだけれど、最近はほんと電車を見かけるってことがなくなっちゃいましたね。群馬の方なんか行くときにね、上越線沿い走ってるとなんかもう寂しいよね。昔は特急とかね、時とかどんどん走ってたんだけど、全然そういうのは見られなくなっちゃって、まあこういうね時代というかご時世だから仕方ないのかもしれないけれど、ただただなんか寂れたというか寂しい感じがしますね。でヨーロッパじゃね、今オリエント急行有名なあれがね、やっぱり廃止にはなったんだけれど、今ね復活計画が進んでいます。いつ走り出すかちょっとわからないけれども、内装なんかも最新の状態にね、建築家さんたちがいろいろやって作って、復活なんて運動を今やってるんでね、日本もブルートレイン、できればね内装は今のものに置き換えてもらってもある程度いいと思うんだけど、外観はね前のまんまがいいな。できればね新しく作るとみんなこの最新型の形に近いものになっちゃうんだけど、20系のこれを復活させてもらいたいな。曲線美の綺麗なね固定編成の列車を復活させてもらいたいな、なんていうふうに思います。はい、というわけで大変長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終点です。どなた様もよろしかったらチャンネル登録コメントよろしくお願いいたします。これからね冬に向かって車中泊やキャンプにいい季節になっていきます。自家用ブルートレインでね、あちこち出かけたいと思います。それではまた次のご乗車お待ちしております。じゃあのー、バイバイ。